皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はちょっと緊急で、ちょっと企画を考えたのは。ブレーキングテーマですね。そうですね。本当に緊急ですけれども、やっぱり長嶋茂雄さんのことを取り上げなきゃいけないんじゃないかという。まあ、そうですね。それこそ、既存のマスメディアにないジャーナリズムをやると言いながら、こんな流行に乗るんかと言われたら、乗りますというふうに私言いますけれども、それを今日は小林信也さんに来てもらいましたんで、小林信也さんにちょっと長嶋のことでお付き合い願います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、3回に分けて、その長嶋茂雄とは一体どんな、人だったのか、それから長嶋茂雄というのはどんな、選手だったのかっていうようなことを2回喋った後、長嶋茂雄っていうのは一体何やったのかと。これは不思議なことが言えるなと思うんですけれども、私こういう本を出してまして、定本長嶋茂雄という、これはもう今はもう懐かしくなってるのが安倍ジョージさんとかね、大島渚さんとかも書いてるし、落合博満も書いてくれて、それから野球選手では江本さんも書いてますね。星野選手さんも入れてくれ。もうこういう本書いて、ここに長嶋茂雄さんのサインが入ってます。この本作った時に長嶋さんにサインしてくださいって持っていったら、さあ、いいですよって言ってすぐに書いてくださって、その後、あれこれおかしくないですか？普通本っていうのは著者が書いて送るんじゃないですかって言われたもんで、私が書いて本を渡したのもありますが、長嶋さんのインタビューも入った本で、井上久志さんとの対談も結構面白いんで、こういう本を作ったりして、私はね、7回ロングインタビューをさせていただいた経験があるんですね。そこら辺の話を1回目と2回目でやったりして、小林さんと思い出話みたいなことになるかもしれませんが、そういう話した後、一体長嶋って何やったのか。この本でも結論、後ろに書いてるんですよ。長嶋なんていなかった。これ、実は糸井重里さんのコピーなんですね。長嶋っていうのはみんなが幻想を見ていたんではないかと。だから本当はいなかったんじゃないかっていうようなことをね、このコピーライター、ライティングが出来上がる過程も、この中にね、書いておられるんですよ。いろんなメモ帳みたいなことですね。だってます。というので、長嶋ってのはどんな人だったのかっていうのを最後にやりたいと思いますんで、この1、2、3回連続して見ていただきたいと思いますが、さて小林さんも長嶋の本出しておられて、長嶋語録出しておられて、やっぱり面白い人でしたよね。どうですか？そうですね。そうですね。あんまり言わないことを言えと言われて何を言えばいいかなと。いや、そんなに考えないでください。一番印象に残ってるので、どんなことが残ってますか？僕は一番最初、これ、長嶋茂雄語録っていう。本ですね。これもうサインが薄くなって、ボールペンであるんですけど。長嶋さんにサインいただいたんですか？これを、この本ができて、届けに行ったのが僕初めて長嶋さんにお会いした時なんですね。これ1984年かな？浪人時代から。83年。監督解任されて、をなさってた頃ですけど、この本を見た第一声が、これは、他の方には申し訳ないんですけども、この本だけは嬉しかったって言ったんですよね。それは僕にとってはもう最高の褒め言葉。最高ですね。それはそうですね。でその後も、やっぱり長嶋さんの言葉っていうのは、そういうなんか絶対普通では、表現されない、なんか、
宝物のような言葉というのを、まあ、いくつか持っているというか、はい。そういう意味では僕の、まあ、やっぱり僕は、正直言って、球場の長嶋さんよりそうやって取材でお目にかかって、なんかびっくりさせられたことの方が、まあ今は頭に残ってますね。なるほどね。また今の言葉ものすごくよくわかりますけれども、私は一度詩人のねじめ正一さん、この方も長島の大ファンで、この定本長島茂雄にも詩を書いていただいてるんですけども、長島ってねじめ正一さんと、長島さんから先生と呼ばれたことあるかって言われて、私ありますって言ったら、悔しいけど俺もあるんだぞとか言いながら、喧嘩になったという、先生って言われた時にはものすごく嬉しかったっていうのはありますね。まあそういうところありますよね、小林さんもね。まあ僕は多分すごい若かったせいか、初めて会った時、10代だし、だから先生と呼ばれたことはありませんね。ざまあみろって言いたくなるぐらいの、私は呼ばれたぞということを言いたくなるんですけれども、だったら長嶋さんの現役時代の一番覚えている、なんか印象深いプレーとかって、そういう印象はないですか？いや、僕は当然長嶋世代で長嶋にやっぱり熱を感じて野球に打ち込んでたって言われるんですけど、昭和31年生まれですから、天試合はもちろんリアルには覚えてないけれども、引退されたのが高校3年生ですからね。そしたら、一番印象に残ってるのって何かあります？そう言われるとね、やっぱり、王選手が山田久志さんからホームラン。日本シリーズのホームランですね。前に長嶋さんが打ったボテボテのセンター前ヒットっていうやつ。ええな。はい。僕は中学生だと思うんですけど、授業中にパナソニックの当時は一番ちっちゃいと言っても今でかいのを授業中耳に当てながら聞いてて、で、なんか、鉄筋コンクリートの中でよく聞こえないからもう先生の目もはばからず廊下に行って聞いたっていう時に、ラジオのアナウンサーが、長嶋打った、ショートゴロとか叫んで、うわーって思った、抜けたみたいな。ショートゴロなのになぜか抜けちゃったみたいな。なるほど。この一打が見たわけじゃないんですね、ラジオだから。でもこれ後で、いろいろな人が書いてるのを見ると、ショートの誰でした？住友じゃなくて、ショートの選手が長嶋が引っ掛けたと思って、三塁側一歩動いたらしい。なるほど。はい。と思って追い直したけど間に合わなかった。もう、山田さんはもう完全にショートゴロだと思って、もう、これで終わったと思ってたら、に繋がっちゃったと。なるほど。で、それで王さんのスリーラーに繋がるわけですね。で、その時に長嶋ファンの僕が何を感じたかというと、うわー、これで王に打たれちゃう、王にいいとこ取られちゃうっていう、なんかね、それをすごく感じたんですよ。あるな、それは。その話を、もう本当に、もう30年以上経って、長嶋世代の人と話してたら、やっぱ同じことを感じてて、で実はそこで王さんがスリーランを打ってヒーローになった。これは完全にね、N から O に時代が移り変わった、まるで儀式のような瞬間だったっていうね。なるほどね。王さんもそれをね、感じてらっしゃったっていうのは後で聞いて、なんか、やられたっていうかね、これはあるテレビの収録で王さんとお会いしたときに、番組の前に、僕はどうしてもそのことを確かめたくて、王さんに、1000本近くホームラン打ってらっしゃるけども、もし1本って言ったらどれかありますかって聞いたんです。プロデューサーが隣から、王さんいっぱい打ってんですから、小林さん1本なんて無理ですよって言った。王さんが即座にあります、1本ありますって言ったんです、そうですか。山田君から打ったスリーランですって。そ
それを聞いたときにやっぱり、あれが王の時代になった。それは王さんご自身も分かってたんだなっていう、非常に悲しい僕の思い出ですね。なるほど。悲しいっていうのが面白いですけれども、今のお話聞いて本当に長嶋さんらしいというところが、それこそそのボテボテの頃とかでも、あるいはものすごいなんとか、ボール球なんかでもヒットにしてしまうというところがあって、それこそ体は泳いでいるのに、ライト前じゃなくてレフトにヒットを打つとかっていうのがあります、あったのがものすごく多かった。それ私直接長嶋さんに言ったことあったんですが、長嶋さん何と言われたかっていうと、そういうことを技術って言うんでしょっていう。それこそ真ん中の球打つのは技術じゃないですからって言うんですよね。あ、なるほどなぁと思って、それが技術かというふうにつくづく思ったことありましたね。それは素晴らしい。そうですね。いや、本当に、もう、それこそ自分でも言われたんですけど、金田正一さんから歌われたサヨナラホーマー、村山さんから打ったその天覧試合のサヨナラホーマーよりも嬉しいぐらいなのが、頭よりも上の高さにあるのを大根切りで打ったんですよと言われたときは、長嶋さんらしいなと思って。で、そういうボールでも打つんですかって言ったら、私がストライクを決めるんですからっていう。これ、小林さん聞いたことないですか？長嶋さんの素振り。トップ決めるという。振らなくってもいいって、トップ決める。トップが決まったら打てるんだと。ほんで、振った後は、そばへの出前。要するに左肩の上に昔の蕎麦屋の出前知ってる人ならわかると思いますが、この上にせいろを積むような感じで、トップから蕎麦屋の出前。それさえできればできるんですよって言われたんですよね。でも、その途中どうするんですかって聞いたら、ボールはどこに来るかわかりませんからって。これはね、理屈にそれこそ野球本当にやっておられた小林さんに聞きたいな。理屈に合ってるんですかね？どうなんですかね？トップを決めるって僕は、亡くなられた日本放送の深澤さんがね、長嶋さんとすごく懇意のされていた。ある時期、試合が終わると一緒に田園調布のご自宅、深澤さんがそのピッチャーの役をやって、シャドーピングで、長嶋さんが打つ。で、その時に長嶋さんがピタッとトップが決まればもう終わりって言ってね。それが決まらないともう1時間でも2時間でもかかるんだけどっていう風に聞いたことがありますね。そうやっぱり。長嶋さんにとってはそれが大事だったんでしょう。なるほどね。でも僕は今、玉木さんおっしゃった、ボールはどこに来るかわかりませんという言葉の意味では全く反対のことを聞いたことがあって。何ですか？これナンバーのね、333号という表紙。333だから、長嶋さんに背番号3のユニフォームを着てもらって写真撮ろうってことになって、当時はほらもう永久欠番だから、そんなことは二度と思っている時の、半ばスクープ写真みたいなもんなんですが、スタジオでカメラマンがボールを上から吊るしてね、ここでこうやってくれるとちょうどいい長嶋さんの写真が撮れますと。で、長嶋さんが背番号3を着て、バットをボールに合わせた瞬間、ボールはここじゃありませんって言ったんですね。これでカメラマンの人が、いや、ボールはどこに来るかわからないじゃないですかって言ったら長嶋さんは、ボールは必ずここに来ます。いやー、いいな。だから僕はその時は一緒に笑ってましたけど、後でいろいろね、勉強したりすると、その言葉はなかなか深いものがあるなと思って。深いですね。私も長嶋さんにね、大根切りのような悪球でというやつですね。それをよく打たれたことがありますねって言ったら、いやいや、悪球じゃないですよ。僕にとってストライクなんですね。ストライク。私にとってストライクって、自分のなんとかあったんでしょうね。そのストライクが。その話聞いて思い出したのは、僕は
王さんを育てたと言われる荒荒川さん。はい。さんに、ほぼ1年ぐらい毎週2、3回、神宮のバッティングセンターに通って、はい。王に教えたことをあんたに全部教えるからって言って、おーっバッティングをと、習ったことがあるんですね。ああ、いいですね。はい。その時に荒川さんはもう完全に大根切りなんですよ。もう、おー。こういう振り方じゃないんですよ。はいもう、はいはい。体をもうこうなんですよ。もう完全にいわゆ真上。るダウンスイングという言い方でもスイングいいのかな。というよりも完全に大根切りで大すね。根切り。ああ、そうですか。それで、一番飛ぶのはその頭の上の高さの球だと。それを叩いたらもう本当に飛ぶんだ。だから、あれはストライク。あれを本当は打ちたいんだって。おーっと、なるほど、ね。荒川さんを知ってね。で、実は、は、王さんだけじゃなくて、長嶋さんも荒川さんにはかなり指導を受けてたんです。そうみたいですね。はいはい。で、宿舎とかで王さんが素振りするときには必ず長嶋さん長も嶋さんも、はい。習っていたと。はい。それはまあ、どういうあれか、荒川コンビの邪魔しちゃいけないっていうことなのか、長嶋さんはあんまり荒川さんに教えてもらったっていうことは言ってないんだけども、その影響がもしかしたらあるのかなと今思います。なるほどね、はい。そうかもしれないですね。まあ、私は、それこそテレビでずっと長嶋選手とか巨人のも野球をいっぱい見た中で、その中で一番長嶋さんの、プレーで頭に残っているのは、阪神タイガースの、これ後で調べたんですけれどもね、1968年の9月18日の試合で、阪神のバッキーというピッチャーが、ブラッシュボール、要するに、ビーンボールですね。それを王さんに2球連続して投げて、要するに優しい王さんが怒って、2歩ぐらい前に出たんですね。バッキー投手の方に。そうしたらベンチから巨人の選手が全部出てきて、乱闘になって、トップ走って出てきたのが荒川さんで、その荒川さんにバッキー投手がパンチを入れたもんだから、バッキーは親指の付け根を骨折しちゃって、それで、選手寿命を短くしたと。で、それでその時に、バッキーと荒川さんは退場になって、だから王さんが残ったんで、甲子園中のお客さんが全員、王退場という、大声が、で叫んでいる中で、次に出てきたピッチャーの権藤が1球目に王さんの頭にデッドボール。で、王さんが担架で運ばれていって、ほんでみんなが、もう阪神のワルどもが、大拍手の中で王さんがもう倒れて退場した後、長嶋さんがスコーンとホームラン打ったんですよね。あれはね、もうテレビで見ていて、もうなんというかもう、声出なかったですね。あぜんというかもう、こうなるものかっていう。まあ、本当に、これどう言ってるのか。まあ、要するに甲子園球場も、うわーという驚きだったというふうに記憶してるんですけど、やっぱり、その時長嶋さんは、野球やりましょうって言ったんだなっていうね、そういう感じはものすごくしましたね。というようなことを、小林さんは覚えてないその話はね、当然伝説で語られることなんですが、僕はね、リアルタイムでそれをなんか自分の感動として受け止めた記憶は実はないんですけど、そうですか。残念だな、それは。改めてお聞きしてると、なんか遊びの中でサッカーとかやっててもね、相手が蹴ってきたりした時に、蹴り返すんじゃなくて、涼しい顔して、今度はゴールを決めるみたいのが美学だというのは、なんか子供心にあったんですね。なるほど。言ったら、ひょっとしたらそういった長嶋さんのプレーになんか感化されていたのかなって今思いましたね。スポーツマンシップ何かじゃないけど、スポーツ選手のね、あり方みたいなものを、体現してたっ
っていうことですよね。まあ感じましたね。私もね、別に権藤投手が悪いという言い方はしたくもないんだけれども、もう完全に狙って頭に当てたのはもう見え見えの投球でしたからね。まあそんなこと野球じゃやっちゃいけないっていうのをホームランで示したということが僕は言えるんじゃないかと思うんですね。まあ長嶋さんはやっぱりそういう意味ではすごい野球選手、僕はプロ野球大辞典っていう本なんで書いたときに、長嶋茂雄っていう項目、なんて書こうかなって思って、長くなるからもう、一言でいいやと思って、ベースボールプレイヤーって書いたんですけどね。それ以外言うことが全くなかったんですけど、このベースボールプレイヤーが非常に面白いことをやっているのは、ホームスチールが6回もあるんですね。で、そのうち2回、成功させている。ホームスチール6回ってこれ、いいでしょどう最近見ないですよね。ありますよね。長嶋さんがホームスチールして広岡さんが怒ってる。そうそうそう。バット放り投げたっていうね。なんかで、それも伝説になってます。ただ、もっと面白いのは、三塁打だと思って二塁回って三塁に突っ込んでアウトになったことが7回もあるとかね。それから、一塁ヒットで、二塁打だと思って二塁へ突っ込んでいってアウトになったのが、何回かな、10何回あるんですね。で、こういうの全部今の野球っておかしいけれども、暴走ですよね。はっきり言うと。でも、私のその定本長嶋茂雄をこれ書いて、いろんな人に書いてもらったときに、記録の神様の宇佐美哲也さんが、こういうのを暴走と言っていれば野球はつまらなくなるって書いてるんですよね。だから長嶋ってそういう人だったろうなって思うけれども、もう一つ言うならば、長嶋が一塁ランナーで、次のバッターがカーンといい当たりをして、長嶋が二塁を回ったところで、ライナーを取られてしまったと。で、一塁に戻らなきゃいけないっていう時に、ピッチャーの横通ってまっすぐ帰ってるんですよね。これが2回もあるっていうのが、これは、ね、長嶋さんに直接インタビューの時に言ったら、いや、それはもう必死だったんですよねって、必死だったからそうなったんでしょうねって言われた時には、もう一緒に笑うことしかなかったっていう感じですけど、そんな感じしますよね、小林さん。これはね、なんかね、子供の時、その真似して遊んだ記憶が今蘇ります。なんか、わざと二塁ベースを回ってったのに、踏まずにまっすぐ帰るみたいなことをみんなで真似して喜んでたっていうのを、何度かやりましたね。でもあれだ、小林さんは割に進化した野球をやっておられたから、私は三角ベースしかやったことなかったから、二塁がそもそもなかったっていうのはありますけれどもね。まあでも長嶋さんの話してると、いくらでもなんかそういう感じが出てくるっていう感じもしますけれども、小林さんにとっては長嶋さんってのはどういう方だったんですか？それは正直言ってですね、子供の頃、なんとなく僕は長嶋に影響を受けて野球を始め、長嶋さんの助けを借りてこの仕事をしているっていう風な、なんか印象が自分の中にもあるんですけども、おそらくそんなにしょっちゅうお会いしてたわけでもないし、おそらく玉木さんの方がたくさんお会いしてると思いますし、でも、なんかね、人生の折々大事な時には、やっぱり長嶋さんに影響されてますよね。長嶋さんがそれになったわけでは全然ないんだけれども、それは僕だけじゃなくて、僕の知り合いの何人もの人が長嶋に人生を影響されたで、それも、あんまりいい時じゃないんですよ。解任した後とかね、長嶋監督解任の後とか、引退の後とか、なんか、長嶋に感動させられたよりも、がっかりさせられたことで、これは俺が頑張んなきゃとか、今度は長嶋さんを励まさなきゃとか、なんかそんな風に思った人も実はたくさんいる
って僕はそう思ってますけどね。いや、それはよくわかりますね。というのは。僕もそうですね。うん僕は、長ええ島さんのその現役時代知らないですけど、え僕がその人生において初めて買った本って、長島王の野球教室っていう学研から出てた本なんですよ。だから、草野球をやってて、まあ僕、小学校野球部だったんですけど、その時に最初に買った本ってそれだったんですよね。その打撃編と投手編と守備編で分かれてて、まあ中身全然覚えてないですけど、なんだだからなんとなくその、プレイヤーとしては覚えてないですけど、まあ何かをそこから学んで、野球を始めたっていうところでは影響は受けてはいるんですよね、僕の世代でもね、長嶋さんはね、すごいところを覚えているのはあるんですけれど、小学生の時に新聞を見たりしたら打率が結構低かったりとかね。それこそ記録よりも記憶と言われたのは、まあある意味正しくって、数字が出ない、成績はあまり良くないというのを、特に晩年は感じた時は、あれは悔しかったですね。そこなんでだろうっていうようなね。まあ、なんというか、王さんと打点を争いはしたことは記憶に残ってますけど、なんで最近こんな打率低いのかな、なんていうので、それを、まあ、あんまりいい成績だなっていうのは思わなかったっていうのはすごく残ってますね。でも、長嶋さんしかいなかったっていう感じはすごくしますね。まあ、私、長嶋さんの443号の時に、後楽園球場のレフトスタンドの、に座ってまして、その椅子の2列前に、ボールが、ホームランがボカーンと入ったの今も覚えてるんですけれども、まあ、後楽園のレフトスタンドで見てるときはね、遠いですよね。遠いですけど、なんかね、光るんですね。で、光ってるんですよね。で、それを一度シェイクスピアの翻訳家で有名だった小田島雄志さんに言ったら、この本にも出ておられるんですけども、小田島雄志さんっていうのは長島新人の時の4打数4三振のネット裏におられた方で、俺は光ってましたよって言うんですよね。で、インタビューした時も、やっぱり光ってたんですよね。眩しかったですね。すごく。小林さん感じませんでした？インタビューした時に。いや、それはもう当然ですよね。でも言われた、僕はナンバーという雑誌で初めてインタビューあった時に、僕がお世話になった設楽さんという編集長が、はいはいはい、僕知ってます。まあ面白かった。面白いんだよ、長島のインタビューは。っても帰ってくると何も書くことないんだ、気をつけろって言って。それがね、最初にすごく、確かにそうなんですよ。もう、お会いしてる瞬間はずーっと楽しいし、もう、長島さんほとんど喋ってらっしゃるから、もう材料はもう十分と思うんだけど、なんか知らないけど原稿にならないっていうね。まあ、擬音が多いというか、言葉にするとちょっとこう、っていう。それは僕は最初はそういう経験もしましたけど、意外とその後は苦労しなかったっていうか、いやーもう、楽しめるように。何度も立ち話させていただいた後、きちんとインタビューする機会があった時に、これはきちんとしなきゃいけないと思って、ものすごくコンテきちんと作って、それからインタビューした、これは私のジャーナリスト塾の時に、それこそ小崎くんなんかに授業として見せたこともありますね。コンテと、それとテープ起こしと、それと生原稿がどう違うかっていうのをね、やったりしたことがあるぐらいきちんと立てると、めちゃくちゃ面白かったですもんね、話。もう、それこそ、三振の話から始めたら、最初は三振ですかっていうようなことに、こう、どんどん乗ってきてもらえるっていうのがあって、
それは良かったですけども、まあ、このあたりで第1回目はちょっと区切りにしておいて、第2回目の時に、そのインタビューぐらいの話から、やって、私が思いっきり怒鳴られて怒られた話をちょっと披露したいと思いますんで、そこのとこ小林さん、ちょっと聞いてくださいね。よろしくお願いします。はい。おはい。願いします。それでは次回は今週のブレイキングテーマ、ツイートミスタープロ野球長嶋茂雄さんのエピソード2、思い出を語るその2、長嶋茂雄とは何者かです。引き続き小林さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。